皆様ご機嫌いかがでしょうか。 KRU クッキングのお時間がやってきました。いきなりですが本日から解説を入れてみようかと思います。恥ずかしいので声は変えさせていただきます。多分グダグダな解説になってしまうと思いますが、温かい目で、いや温かい耳で聞いていただけると嬉しく思います。早速ですが、だし巻き卵を作るために卵を溶いてます。そこにだし汁大さじ1、砂糖大さじ1、塩1つまみ入れてください。市販のだし汁は塩分が効いてるので塩は少しで大丈夫です。卵を焼きます。油を敷いて拭いて4分の1ほど流し入れる。ぐるぐるする。ひっくり返す。はい、失敗しました。拭いて残りの3分の1ぐらい流し入れる。ぐるぐるする。ひっくり返す。これを繰り返してください。失敗しても何度か巻けばなんとかなりました。卵をラップに巻きます。四角く形を整えます。熱いので気をつけてください。ご飯を炊きます。目盛りより若干水を少なくして固めに炊いてください。出ました。大好きマグロとサーモン。2つとも角切りにします。汚い切り方ですみません。ボウルに入れまして、醤油大さじ2、みりん大さじ1、わさび少々お好みで入れてください。混ぜて漬けにします。冷蔵庫で1時間ほど寝かして味を染み込ませます。うまいぞゆでエビ。これも角切りにします。彩り緑きゅうりちゃん。これも角切りにします。次は焼いただし巻き卵。これも角切りにします。出ちゃったガリです。甘酢生姜。これをみじん切りにします。次に酢飯用調味料を作ります。2合分の量です。お酢大さじ2と2分の1、砂糖大さじ3、塩1つまみ入れて砂糖と塩が溶けるまでかき混ぜます。ご飯をボウルに移します。熱いうちに先ほど作ったすし酢をまんべんなく注ぎます。ご
ご飯に馴染むように混ぜて、刻んだガリ、白ごま小さじ1を入れ、これまた馴染むように混ぜます。バットに平らになるように敷き詰めます。寿司桶がなかったのでこの方法をやりましたが、寿司桶がある方はボウルもバットもいりません。酢飯が乾燥しないように濡れ布巾をかぶせて冷ましておきます。ガーガーちゃんが拉致されました。お皿に酢飯を盛ります。切った材料を上に盛り付けていきます。それでは失礼します。良いお食事を。